こんにちにゃむにゃむにゃむちでーす。みんな元気にしてた？いやー、毎日暑いよね。にゃむちは夏バテ気味。今日はちょっとでも涼しくなったらいいなと思ってみんなから募集していた怖い話をにゃむっと紹介しちゃうよ。まずはこちら。肩を叩いたのは誰？小学校5年生の林間学校でのことです。肝試しで一列に並び、私は一番後ろを歩いていました。背後には誰もいないはずなのに、突然肩をポンポンと叩かれ、振り向くとそこには髪が長く真っ白な服を着た女の人が立っていました。クラスメイトに私の肩を叩いた？と聞いてみましたが、みんな口を揃えて叩いていないというばかり。あの真っ白な服の女の人が確かに私の肩を叩いたはずなのに。それ以来霊を目にすることはありませんでした。うわー、初手からそれっぽいやつ来ちゃった。しかも白い服に長い髪ってガチすぎ。肩を叩かれるってことは何か話しかけようとしてたとか？それにしても無事で本当によかったね。次はこちら。もう一人の僕。小学生の時、年が自分と同じくらいの子供が見えました。お風呂の時によく浴槽にいました。小さい時はもう一人の自分だと思って、ずっとその子のことをもう一人の僕と呼んでいました。大人になるにつれて見えなくなりました。結局その子は誰だったんだろう。実際にお話とかもできたのかな。子供の頃の不思議な体験って忘れられないよね。続いてはこちら。幽霊坂。小学生の時、幽霊坂と呼ばれ、同級生のうちで流行った坂がありました。高校生になって、そういえばあそこどこだっけと友達に聞いたのですが、みんなはそんな坂知らないと口にしました。じゃあ何だったの？でも都市伝説って学校ごとにあるよね。ちなみにみんな幽霊って信じる？にゃむちはね、信じない派。だって見たことないし。みんなはどう？コメントで教えてね。次は海外の方から。お便りありがとう。死神が歌う子守歌だって。読むね。高校生の頃、私はアメリカの山奥にある学校で寮生活を送っていました。夜になると時々地下室から壊れたラジオのような音が聞こえてきて、ずっと気になっていました。正体を突き止めようと音のする方へ向かうと、プチッと音が途切れるのです。図書館で調べてみると、この町では昔痛ましい事件が起きていたことが分かりました。しかもその事件があったのはちょうどラジオのような新しい発明が世に出始めた頃だったとか。恐ろしくなった私はそれ以上原因を調べるのをやめました。あれは幽霊だったのか、それともただの幻だったのか。ただ一つ確かなのは、毎晩目を閉じるたびその音が私にまとわりついてきたことです。まるで死神が歌う子守歌のように。うわー、本当に子守歌じゃん。ってあれ、まだ続きがあるみたい。後から分かったことですが、実はこの事件には犯人がいて、地下室に住んでいた学生が寮を独り占めするために夜な夜な音声を流す
というただの嫌がらせだったのでした。幽霊じゃなかったの？亮を独り占めするためにそんなことするなんて、逆にそっちの方がヤバいじゃん。それじゃあこのお便りで最後にしよっかな。ある晩の来客。キャンプ中の薄暗闇の中、夜ご飯を隣のテントに運ぼうと両手にお盆を持っていた私。そこに何かの気配を察しました。サクサクと土を踏む音が聞こえます。その正体はイノシシ。びっくりしてうわーって叫んだら、イノシシもブヒーって言いながら逃げていきました。ご飯が無事でよかった。いやいや、ご飯より自分の安全が大事だからっていうね。みんなが夜寝られなくなっちゃわないように、最後は優しめの怖い話にしてみました。でも真面目な話、イノシシに出くわすとか、ある意味お化けより怖くない？ってな感じで今日はここまで。今日は久々に怖い話を聞いたおかげで涼しくなったかも。みんなたくさんのお便りありがとね。最後ににゃむちが所属してるバンドの話をして終わろっかな。ムジコはこれからもいろいろなフェスに出演するよ。みんなぜひぜひ見に来てね。そして12月には東京、来年1月には大阪でアベムジカ6ライブウルテリウスプロケーデルの開催も決定しました。詳しくは公式 X やホームページをチェックしてね。もう今からめっちゃ楽しみ。たくさんのご来場お待ちしてます。次は Vlog をあげようかなって思ってるから楽しみに待っててね。それじゃまた会おうね。バイバーイ。今なんか肩ポンポンってされたんだけど、何？部屋に私しかいないはずだよね。